メタン、もう僕は分かったのだ。井上馨って政治の力を使って三井とかと仲良くしていっぱいお金を稼いだ凄腕の清少だったのだ。これで井上馨マスターなのだ。ずんだもん、まあまあ落ち着いて。その評価今日で180度ひっくり返るかもしれないわよ。どういうことなのだ。あれだけ黒い噂があったのに実は良い人だったみたいな話なのだ。良い人という単純な話ではないわ。でも私たちが思っているようなただの金満家ではなかったことだけは確かよ。今日は金に汚いと言われた男の誰も知らない意外な素顔に迫るわ。金満家、実は借金まみれ？だって井上さんって大きなお屋敷に住んで毎日パーティーみたいな生活をしてたって聞いたのだ。お金持ちじゃなきゃできないのだ。そのイメージは間違っていないわ。彼の屋敷には国内外のビップがひっきりなしに訪れて豪華な接待が繰り返されていた。その姿だけを見ればまさにお金持ちそのものよね。でも衝撃の事実を教えてあげる。彼の家計は常に火の車、晩年には莫大な借金を抱えていたのよ。嘘。あんなに派手だったのに本当は貧乏だったのだ。貧乏とは少し違うけど個人としての蓄えはほとんどなかったの。なぜなら彼が三井などから受け取っていた多額のお金は彼のポケットマネーではなかったからよ。どういうことなのだ。そのお金のほとんどは国の未来のための交際費や政治活動費として消えていったの。外国の偉い人をもてなして日本の評価を上げたり有望な政治家や官僚を支援したり、彼は国を動かすための潤滑油としてお金を右から左へ流すパイプ役に徹していたのよ。自分の懐に入れるためじゃなくね。稼いだお金の意外な使い道。じゃあ井上さんが自分でビジネスをして稼いだお金はどうしたのだ。それはさすがに貯金したのだ。それも違うのよね。井上は若い頃日本で初めての総合商社ともいえる先治会社を設立して大きな利益を上げたことがあるわ。でも彼はその利益を独り占めしなかった。きちんと出資者に分配し残りは道路や港の整備といった公共事業に再投資したの。偉いのだ。みんなのために使ったのだ。そうなの。それに彼は人材育成にも非常にお金を使ったわ。身分に関係なく優秀で志のある若者を見つけると自分の財産を投げ打ってでも学費を援助したり海外へ留学させたりしたの。渋沢栄一や増田隆といった後の日本を支える巨人たちも若い頃に井上から支援を受けたのよ。自分のためじゃなくて未来の日本に投資してたのだ。なんだかイメージと全然違うのだ。彼にとってお金は自分の欲を満たすものではなく国を豊かにするための道具、ただそれだけだったのかもしれないわね。では、なぜ悪評が立ったのか。でもそれならなんであんなに金に汚いって言われちゃったのだ。こんな良い話が広まればみんな見る目が変わったはずなのだ。そこが井上馨という人間の不器用で面白いところよ。彼のやり方はあまりにもオープンすぎたの。普通政治家が特定の企業からお金をもらうなんて隠れてこそこそやるものでしょう。でも彼は国のために必要だからといって堂々とお金を受け取り堂々と使った。隠し事をしないのは良いことだけどやり方が大胆すぎたのだ。そうなの。だから彼の真意を知らない人たちから見れば癒着そのものにしか見えなかった。それに彼の信念である強い国のためにはまず三井のような強い会社を育てるべきだという考え方も当時はなかなか理解されなかった。ひいきだ不公平だと批判される原因になったのよ。本当は無欲な愛国者？やっていることは日本の未来のためなのにやり方のせいで誤解されちゃった。日本一の誤解され侍だったのかもしれないのだ。まさにその通りかもしれないわね。彼は生涯を通じて自分の財産を築くことにはほとんど興味を示さなかった。彼の頭の中はどうすれば欧米列強に負けない強い日本を作れるか、そのことでいっぱいだった。お金儲けより国づくりの方が楽しかったのだ。そのためには清い水も濁った水も両方飲まなければならないと考えていた。お金にまつわる黒い噂はその濁った水を飲んだ結果とも言えるわ。金に汚い清少という表の顔と私欲なく国の未来に尽くした愛国者という裏の顔、その両方を知って初めて井上馨という人物の本当の姿が見えてくるのよ。なんだか井上さんのことが前より好きになった気がするのだ。不器用だけど日本のことを本気で考えてた熱いお侍さんだったのだ。ふふふ、そうね。その評価が
彼の素顔に一番近いのかもしれないわね。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。